バックハンドを両手で打つ方の基本的な体の使い方についてレッスンをしたいと思います。この動画の対象としては、バックハンドの打ち方がまだよくわからない、あるいはなかなか安定しない、また綺麗なフォームを身につけたいといった方へお送りしたいと思います。このレッスンのゴールとしては、バックハンドの力が生まれる仕組みを理解し、そして力の抜き方や使い方を理解することにあります。はい、まずストロークの動作というのは、体の軸を中心に軸を回す動作、これによって力を生んでいきます。構えた状態から体を回し、この軸が回る力、この力をいかにボールに伝えてあげるかというのがポイントになります。そして特にポイントになるのは、体が回った力をこの腕や手首、ラケット、ここでいかに邪魔をせずに伝えてあげるかというのが一つのポイントになります。体を回してきた時に、この大きい力が手首や肘、ここに力が入ってしまうと、体が回ってきた力が止まってしまい、この小さい力だけでボールを打ってしまうことになります。ですので、できるだけ肘や手首の力を抜いて、体が回った力をいかにスムーズに伝えてあげるかというのが一つのポイントになります。そしてもう一つのポイントは、体が回ってきた力を最後打つところで止めることによってラケットヘッドをさらに加速させるようにします。左手一本で試してみたいと思います。体が回って体が回る力が左手を通してラケットに伝わっていきます。そしてインパクトの時にこの動きを止めると、ラケットだけが前に出ていくのがわかると思います。この体が回った力を最後止めることによってラケットが最も加速するという形になります。この2つが大きなポイントになります。そして1つ目のポイント、体が回る力をいかに邪魔しないかというポイントを練習するためには、まず素振りをやってみましょう。両手のグリップで持ち、そのまま腕をだらんとします。力を抜いておいて構いません。ラケットが落ちない程度、軽くふんわり支える程度ですね。そしてラケットの重さが腕や肩に感じれるぐらい力を抜いておきましょう。そしてその状態から軸を回すだけの動作をやってみます。そうするとラケットが遠心力で回っていくのがわかると思います。この感覚を重視していきましょう。この感覚でスイングをすることによって、体が回った大きな力がボールに伝わることができます。はい、そして次に腕を止めてラケットが出ていく感覚、これをつかむためには、バックハンドの場合は左手が基本になりますので、左手の力の抜き方、止め方を意識します。ラケットを持っていただき、腕を上げておいて、その状態からラケットの重さだけでそのまま下に落としてみましょう。ラケットの重さで下に落とします。はい、スイングで前に出ていく、このラケットの重さで前に出ていく感覚と同じ感覚を作ってみます。そして水平のところで腕の動きを止めて、そこから先はラケットが出ていく、この動きを少しやってみましょう。途中で止めてラケットが出ていきます。あくまでラケットの重さでやってください。手の動きでこう落としてはいけません。ラケットの重さで落とし、途中で止めます。はい、この感覚ですね。この感覚を少しスイングに落としてみましょう。最初は片手、左手1本の方がやりやすいと思います。構えた状態からスイングし、インパクトのところで腕の動きを止めてみてください。そしてラケットだけが前に出ていく。はい、体が回った力で腕が出てきて、インパクトのところで腕の動きを止めてラケットが出てきます。極端にやるとここで止まってもいいかもしれません。はい、このインパクトのところで腕より先にラケットが出ていく、この形を作れるようにしてみてください。はい、この2つ、体が回る力、この力をいかにラケットに伝えるかというのが1つ目のポイント。
2つ目のポイントは最後インパクトのところで腕の動きを止めることによってラケットを加速して強いボールを打つ。この2つが大きなポイントになります。